朗読劇をやると言われた時にテンションが上がったんですけど、プラスそこに加え早く自分のレベルを上げていかないといけないかもしれないみたいな責任感を感じました。嬉しいとすごい不安が入り混じってたんですけど、発声も役作りも頑張っていきたいと思います。とうとうこの日が来たかというような感じで、こう緊張と期待でいっぱいです。2002年にやっていた時のアニメとはやっぱり人も全員違うので不安なんですけど、でもその新しい東京ミュウミュウを応援してくださる方もたくさんいるので、すごいそれに期待に応えたいなって思います。5月にはもう完璧な5人で最高のステージになるように今からエンジンをかけまくって頑張りますという感じです。よろしくお願いします。じゃあ早速発声の方からはい、よろしくお願いします。やっぱりね、足はね、肩幅ぐらいに広げられるといいかなと。そうですね。これからあいうえおのってなんかそれだけ、声を出してっていただくんですけど、だんだん大きくしようかなと。で、レベル10って多分マックスってね、叫び声だと思うんですよ。みんなの純粋な声の大きさのフルボリュームってレベル8ぐらいだと思うんです。で、先に言っちゃうと、みんなの普段の声レベル3だと思ってください。じゃあ一番小さい声でってみんなでいきましょうか。いきます。3、はい。レベル2出してみましょう。3、はい。じゃあレベル3、普段の自分の声。これもね、とても大事です。自分が演じるキャラクターのこの子って、私に比べて普段の地声って大きいのかな、小さいのかなだったりとか、いろいろ考えてみるとね、役の幅も広がりますし、そのためにも普段の自分の声の音量ってね、知っておくのとても大事だと思いますので、3、はい。レベルをつけて自分の声を出すことが基本ないので、本当にこういう基礎からやっていただけるのはありがたいなというか、もっと大きい声が出せるように頑張りたいです。声を大きくしなきゃって思うとね、逆にね、体、例えば喉閉めちゃったりとか、体硬くなっちゃって綺麗な声ってなりにくいんですね。声を遠くに飛ばそうと思ってください。じゃあレベル8みんなでいきましょう。3、はい。はい、お疲れお疲れ。なんとなくね、この1、2、3、4、5って声出すっていうのをまずは覚えておいてください。ダラドロデレ、ダラドロデレのレデロドラガ。発声練習デゼデとかやった後は全然違うなって自分でも感じました。その喋る時にベロの動かし方とかそういうのを習ったので、なんかこの行は口を大きく開けなきゃいけないだとか、そういうのを今後意識して話していこうかなと思いました。ジュニさんからいきますか。はい。ダラドロデレレデロドラダ。ダラドロデレレデロドラダ。ダラドロデレレデロドラダ。ダラドロデレレデドロラダ。レデ。レデ。そうなんです。ダラドロデレレデロドラダ。デレとレデがやっぱ、デがね、もう気持ちやっぱ前に出るといいんだよね。自分が滑舌がこんなにあんまり良くなかったんだなっていうのを知れたので、今日から毎晩教えていただいたトレーニングをやっていきたいと思います。気をつけなきゃいけないのは声の音量なんですけれども、内緒話をしているようなところはちっちゃい声ですよね。で、お客さんに対して「いらっしゃいませ」っていう時にはそれなりの声は出すだろうっていうところ、その距離感については今は意識的にやってみましょう。はい、行きましょいちごさん、遅れてごめんなさい。悪かったわね。遅くなった。ごめんなのだ。でもさ、ミュウミュウやってカフェでバイトして学校もあってこんなに全部できないよ。う。いちご、地声に近いところで今やってるよね。はい。はい。もう気持ち高めでいってみようか。どんな所作が必要なのか、どこを向いて喋ってるのかっていうところですね。もうちょっと意識的にやってみたい。私は声の養成所に通っていて、今も事務所の演技レッスンを現場でやられている声優さんに教えてもらっているんですけど、やっぱりそこで教えてもらっていることと、やっぱり音響監督さんに教えてもらうことってちょっと違うというか、また新しいことを教えてもらえてすごく楽しかったです。プリンさん、覗き見なんてはしたないですわよ。
この「は」とかね結構難しいんだよね、アニメの中では。嫌な気分になってないようにしなきゃいけない。はあとかやるとかね、そうそう、そんな風にするとか。アニメの台本にはト書きっていうのが書いてあって、でそのト書きをよく読んでおくと、ここでパッと口を閉じるとかそういうことは書いてあったりもするし、家柄でも実際そうなってたりもするわけだけど、どのタイミングでそれをやるのかっていうのを絵柄と一緒にチェックするのと、そのト書きを読んでおくっていうのがとても大事になってきます。あと気をつけなきゃいけないのは、どんな距離感かということ、もっと踏み込んでやってみるっていうことっていうのが必要になってきます。キャラクター作りの面白さはそこにあると、どんどん幅が広がってくると、みんながどう育ててくれるかっていうのを期待してもらえる。じゃあ今日はここまでです。お疲れ様でした。お疲れ様でした。なんか想像以上にみんなすごいなと思って、私はもう拍手でした楽しかったです。なんか一人でやるのとは全然違くて、やっぱり楽しいけど難しいなっていうのが率直な感想です。今までダンスと歌ってやってきて、初めてお芝居っていうところに今日やったんですけど、やっぱ学ぶところがたくさんあって、いちごちゃんとして喋るっていうのが楽しいけど難しいっていう風に感じました。私たちも本当に初めてのことで初めてお披露目するっていう形になるので、すごい不安、毎回言ってるんですけど、もう何をやるにも不安でいっぱいなんですけど、これを機に東京ミュウミュウニュウを応援したいって思ってくださる方も増えると思うので、しっかり精一杯お家でも練習して自分たちも納得できるような朗読劇にしていきたいと思っています。おはようございます。天武ゆうきです。今日は先週よりもパワーアップできるように頑張ります。ちょっとね、これだけ頑張って覚えてもらっていい？だぞ、ざど、ぞ。俺言えない。ぞざぞだ。だぞざどどざぞだだぞざどどざぞだ。おお、すごいね。滑舌がいいし、いいんじゃない？だぞざどどざ。そうだ。だぞざどどぞどざどぞだぞざどどざぜざだぞどぞどざどざどざ。何もかも違うんじゃない。ただでさえ言いにくいものを腕もつくから、こういう時って人間って腕も間違いなくやろうとするので滑舌が甘くなりやすい。なのでけど我々大事なのは滑舌なので、変な話、この順番間違えちゃってもいいわけですよ。滑舌の練習は本当に舞台の稽古前とかにちょこっとやったりするぐらいだったんですけど、こういった風に本格的なことを教えていただくのは初めてで、ちょっと自分の滑舌が弱いのが今日分かったので、ちょっとそれを課題として家でたくさん練習したいなと思いました。今日はね、マイク使っててスタンド、気にしなきゃいけないのは、前見て喋るから横の人がかすかに見える状態になるっていうことと、それから台本がまっすぐ前では読めない、だから横に見ちゃいけない、これが意識しなきゃいけない2つのポイントです。はい、こうなったら私たちで何とかしないとですわ。はい、私に考えがある。それもうちょっと笑顔じゃなく言ってみて。今さ、私に考えがある。もうちょっとしみて。私に考えがある。悪の親玉かみたいな。私に考えがある。もうちょっとパワーがあると。私に考えがある。もうちょっとしみて。私に考えがある。私に考えがある。私に考えがある。そういうやつだから、語尾まできっちりくると悪のやっぱじゃないけど司令官っぽいかなというところです。はい。どなたが見てくれた。プリンさん、覗き見なんてはしたないですわよ。プリンさんっていうのはもっと慌てて言っても面白いのかもしれない。はい、いろいろ表情が出てきたと思います。もっといろいろ表情はつけられると思うんで。私はやっぱりセリフのとこばっかり読んじゃってたというのがあったので、そこのト書きのところ、セリフのないところもちゃんと反応しなきゃいけないっていうところがあったので、
アニメいろんなの見たりとか自分でいっぱい想像して作っていかなきゃいけないなって思いました。セットでプレゼントするの。たっぷり乗せましょうか、たっぷり乗せましょう。なんか自信ありげ。そっか、自信ありげでいいのか。ここまでまずいちごだけ2つのセリフいきます。では、はい。もしもし、青山くん。待ち合わせ明日10時だよね。うん、確認したかっただけ。じゃあまた明日ね。これなんだけど運がポイントでだよね。はいでっていうのがね、はいもうちょっと明るくならないかなと。いや勢いづくっていうよりはね、はい。嬉しいっていう大丈夫っつってね。そういうことでしたのね。ごめんね、語尾は伸ばさない方がいいかもしれない。はい、わかりました。そういうことでしたのね。なんだっていうところです。はい。そういうことでしたのね。ミント？カフェミュウミュウの営業は終わったのにいちごさんが帰らないので、何してるのか気になったのだ。それで様子を見に戻ってきたの。レタス、カフェミュウミュウの営業終わったのにいちごさんが帰らないので、これ早くならないようにしようね。はい。で、何してるのか気になったのだっていうところ、まあプリンの笑顔これでいいと思いますが、はい。気持ちテンション高めにプリンの一言目なんでやっていきましょうか。はい。それで様子を見に戻ってきたの。これしれっとお姉さんでいきましょう。はい。はい。おのおののキャラがくっきり最初だから分かるようにしたいっていうだけのことなんですよ。はい。はいはい。なんだろう、やっぱり今までこう身振り手振りがやってきた演技は身振り手振りでこう表現できたりとか、表情で顔で伝えたりとか目で伝えたりっていうのができてたけど、声だと自分の本当に声だけで演技をしなきゃいけないっていうのがあるので、ちょっとしたカッコの中に笑うとかびっくりマークとかもちゃんと声で伝えられるように頑張りたいですね。やっぱり漫画って絵がついてるから、そのセリフがどうやって言ってるのかっていうのが分かるので、台本だけだとどういう動きをしているのかっていうのが分からないから、一発目に通した時はあんまり分かんなかったんですけど、2回目3回目って通していくとどういう動きをしているのかとかも分かるようになってきたので、すごいこれからもっと練習していけば大丈夫なんじゃないかなと思います。じゃあ皆さんお疲れ様でした。ハッピーバースデートゥーユー。ハッピーバースデーディアディア。ハッピーバースデートゥーユー。ハッピーバースデー。何歳ですか16です。じゃあ今年の抱負をちょっとやっぱりプリンちゃんとして頑張ります。頑張ります。さくらさん、アドバイスお願いします。高野さん、アドバイスお願いします。体育会系にちょっとなってみない？アドバイスお願いします。そんでください。高い声でね。はいドスの効いた声でやんないやん。さすがミントのお姉ちゃん、大金持ちなのだ。プリンさ、時々ボーイッシュな声出してみない？さすがミントのお姉ちゃんみたいなやつ。さすがミントのお姉ちゃん、大金持ちなのだ。それに近い感じ。よーし、やるぞー。ここでは多分全員揃って手を挙げると思います。挙げることにすると思います。その時は、ザクロは多分声は出さずに笑顔だけで、手を挙げるっていうのだけは参加するっていう感じかもしれませんね。一発しか本番ないからなんだけど、今が一発本番だと思って何かやってみてくださいっていうだけのことです。だから思いついちゃったから何かやっちゃったっていうのがあっても悪かないけど、そんぐらいの気持ちでやってみてください。ライブだと思ってやってみてください。はい。なんか私がこう表現できるいちごちゃんっていうのをたくさん模索して、今もまだいろんなことで迷ってるんですけど、最終的には私にしかできないいちごちゃんができるように頑張ります。ザクルークがお姉さんクールでかっこいいっていう役なので、
なんか私にできるかなって最初不安だったんですけど、みんなにもなんかどうって聞いたらすごいお姉さんっぽくてかっこよかったよって言ってもらえて、それで自信がついてお姉様を演じることができました。これから作り上げていく東京ミュウミュウニュウっていうのはまた新しいものになっていくんだなっていうのをすごい確信したのと、私もどんどんレタスちゃんに近づいていかなきゃいけないなっていう気持ちになりました。やったよ。青山くんにプレゼントする手作りクッキー出来上がりそれでは終わりにしましょう。ありがとうございました。お疲れ様でした。やばいな。今の意気込みなど朗読劇への意気込みを教えていただけますか。ね、最後にね亀山監督から一人一人キャラの私だったら、華やかであることそしてしれっとした面白さということを伝えていただいたので、それを胸に頑張ります。はい、2ヶ月弱結構しっかり練習しましたもんね。はい、2ヶ月も経ったの？あっという間のね、1ヶ月ちょっと。いやー、もうこの2ヶ月弱を無駄にしないように頑張ります。成長した姿を、そうだね。お見せできるよね。はい、はい。頑張ります。みんないろいろ頑張ってくれたと思います。本当に最初は掛け合うということ自体も新鮮だったような状況だったと思うんですけど、今は自分たちでちゃんと相手にセリフを届けるということができるようになってきたと思います。これから先にアフレコというのが待ってるわけですが、すごく楽しみになってきました。キャラクターの作り方っていうんでしょうか、各々がどんな表情をするのかっていうのが想像できるようになってきたんだと思います。だからみんな各々が進歩していったんだと思います。みんなよく頑張ったと思います。ご挨拶から先にしてもらってからとか。スムージーということで、今日が初お客さん前ですかね。そうです。はい、ということで会場の皆さんも今日の皆さんもご協力をいただければと思います。お願いします。長いようで短い数ヶ月でしたが、とてもいろんなことを経験させていただいて、私自身もすごいパワーアップできたなっていうところを今回皆さんに見届けてもらえたらと思います。頑張ります。ここもうちょっとできたなとか、ここもうちょっと工夫したら良くなるんじゃないかなとか、そういう次の課題っていうのが毎回あったので、それを直してきたので、ファーストミューティングよりももっといいパフォーマンスが完成しているというのもあれなんですけど、できているのではないかなと思うので、その成果を発揮できたらいいなと思っています。皆さんに愛していただけるようなザクロお姉様が演じられたらなと思います。頑張ります。すごいやっぱり緊張もあるんですけど、楽しみな気持ちでいっぱいなので、精一杯頑張って、そして皆さんと一緒に楽しんでいけたらいいなと思っています。たくさんみんな練習してきました。本当にこの練習した分をエネルギーに変えて皆さんにお届けできるように頑張りたいと思います。もしもし、青山くん、待ち合わせ明日10時だよね。確認したかっただけ。じゃあまた明日ね。明日は青山くんのお誕生日。会う約束はバッチリ OK。 あとはプレゼントのケーキさえ完成すれば。そういうことでしたのね。ミント？カフェミュウミュウの営業は終わったのに、いちごさんが
が帰らないので何してるのか気になったのだ。それで様子を見に戻ってきたの。レタスにプリン。ザクロさんも？思い人のバースデーケーキを作るために居残りとはイチゴにしてはやりますわね。まあそうなんだけど、今日中になんとかストロベリーショートケーキを作りたいの。アドバイスください、ぜひ。送られて嬉しいものといえば、嬉しいものといえば高級食材ですわ。ケーキにキャビアとトリュフをたっぷりのせましょう。キャビアとかトリュフとかここにはないよ。うちの冷蔵庫にいくらでもありますから、すぐに持ってこさせますわ。プリンにいい考えがあるのだ。聞かせて。こういう感じに作ればいいのだ。あら、ケーキができてますわね。すごい。いつの間に作ったの？そこにあった鍋を2つ使っただけなのだ。ああ、だからこんなに綺麗なまん丸にできるんだ。鍋は食べられないよ。歌を作って送りなさい。それが最高のプレゼントよ。心に浮かぶ言葉を綴るのよ。青山くんのこと大好き大好き大好き。あら、ついにレタスがアドバイスを？大したことは言えないんですけど、やっぱり基本に戻るのが一番かと。レシピに沿って丁寧に作ればきっとちゃんとしたものができるはずです。私は小麦粉を出しておきますね。小麦粉ぶちまけちゃったのだ。手が滑ってぶちまけてしまいました。ケーキは？私のストロベリーショートケーキはどうなるの？もう時間が。あまり遅くなるとお父さんから早く帰ってきなさいって電話かかってきちゃう。行ったそばから帰れコールですの？電話じゃなくてメールだけど。あれ？赤坂さんからだ。何書いてあるのだ？こんなこともあろうかと手軽に作れるクッキーのレシピと必要な材料を棚に置いておきました。よーし、やるぞー。手作りクッキー出来上がりこれからもっとみんなと一緒にこのスミュージーとしても東京ミュウミュウニューとしても大きく成長できていけるような、そんな期待を感じました。なんか自分がいつも見てきた声優さんの朗読劇のイベントを自分がやってるってなんか本当に夢のようですごいなって、それにまず一番感動して、まだまだだと思うんですけど自分も追いつけるように頑張りたいです。すごく元気を今日たくさんもらったので、その分5人がこれからもっともっとアニメも始まりますし、どんどん皆様にたくさんのパワーというかエネルギーを届けられたらなと思います。やることっていうのがもっともっとこれからたくさんあると思うので、一つ一つのことをちゃんとやっていって自分に身につけていきたいなっていう気持ちでいっぱいです。今回もすごい不安とかあったんですけど、この先どんどんもっとそういうのがたくさんあると思うので、それにめげずにやることがあったらみんなで支え合ってより大きくてかけがえのない唯一無二のグループになっていけるように頑張ります。